この映像はとある殺人事件の直前にその犯人が撮影したものです。 Well, it's about 2 weeks before we finally drop out of society, fully commit to this. At this point, I don't know what's going to happen. I may get caught right away. Now, it's actually more comfortable for me to think about living out here, robbing banks, pharmacies, just taking what I want for as long as I can. I don't even question it anymore. It just seems like everything makes so much sense now. 2012年4月、アメリカ・ワシントン州ノースベンド。社会から離脱する。ここで暮らす方が快適。まるで現世から離れるような口ぶりで話すその男はピーター・ケラー。彼はこの約2週間後、自分の妻と娘を殺害してしまいます。その理由は、世界の終わりを一人で生き延びるためだったんです。週末を迎える世界を生き延びるため、妻と娘を殺した男。たった一人で生き残ろうとした彼の理解不能な行動の数々とは。世界の終わりを心から信じたその男は、銃口を予想外の人々に向けるんです。おさすけちゃんです。やみやみこんです。あなたがヨーロッパを周遊している間に、私は真っ白な雪山でめちゃくちゃスノボ滑ってました。スノボマジで行ってねえわ。でもね、めちゃくちゃって言ったけど、実はリフトに4回ぐらいしか乗ってなくって、もう本当にものの3時間ぐらいしか滑ってないんだけど、でもあなたこの話が分かるか分かんないけど、ゴーグルしてね、結構視界が悪かったの。そしたら白い雪だからさ、影が見えなくって段差が分からないってこと。めっちゃ怖いね。分かる？分かんないけど分かる。そうで、私気づかないままスピードに乗ったまんま整備されてない、ちょっとこうせり上がったとこにガンって突っ込んじゃって、400度ぐらい体が曲がったの。それ1回転以上してんの？ギュラーンってなって、なんか腰が本当になんかお尻と頭くっついちゃうぐらいグニャってなって、今めっちゃ腰が痛い。よかった生きてて。見通しが悪い時にスノボとかスキーしない方がいいわよ。本当にね、慣れてないと段差が分かんない。しかもなんかちょっと荒れてるとことかも分かんないから危険すぎて。スノボスキーで怪我する人多いね、骨折とかね。そうそうそう、なんかもう折れたりする人も多いから、本当腰とかだったからね。私生きて帰ってきてよかったと思って。直角行とかね。そうそうそう、直角行するなっていう先生の指示、俺直角行しろに聞こえて、ずっと直角行してたらなんか死にそうになったことが。その直角行もね、傾斜が緩やかだったらそんなにスピードは乗らないでしょうから、まあ大丈夫でしょう。でもやりたくなってきたね。あ、やりたくなってきた。ちょっと今度行ってきなさいよ。やろうかな。めちゃくちゃ雪降ってんだから今、日本海側。ちょっと今度デストロイ菊池誘って行ってみます。知る人ぞ知る。知る人ぞ知る。アルゴメトリー1本目ミステリーボックスに出演していた彼です。本日ご紹介するのはアメリカ・ワシントン州で起こった家族間の殺人事件について。犯人の男は自分の妻と娘を殺害したのですが、実はそれまでの計画を自らビデオで記録し続けていたんです。なんでそんなのわざわざ録画すんの？めちゃくちゃ異常じゃないこいつ。犯人は自分への自信のなさ、そして自己肯定感の低さから世界に絶望していたんです。一見すればね、善人にも見えたこの男をどうやって止めればよかったのか、皆さんもね、考えながらこの動画を見ていただければと思います。火災現場から発見された2人の女性の遺体、そして警察が事件性ありと判断するに至った遺体に残っていたあるものとは。火災現場の遺物。2012年4月22日、アメリカ・ワシントン州ノースベンド。午前9時、とある火災現場へ駆けつけた消防隊。その家には夫婦とその娘、計3人の家族が暮らしていました。彼らが取り残されている可能性を考慮し、救助に向かった消防隊。消防隊は火の回っていない玄関のドアを開け、その中へ進もうとしました。すると、なんだこれは。そこにはソファーなどの家具がドアを塞ぐように置かれていたんです。まるでバリケードかのように行く手を阻んでいたそれらを押しのけ、消防隊は家の奥へ。すぐに寝室に倒れている母親のリネット・ケラーと娘のケイリーン・ケラーが発見されます。消防隊は救助を試みますが、彼女たちはすでに息絶えていました。唇を噛み、その顔に悔しさをにじませる消防隊。そして次の瞬間、彼らはあることに気がつくんです。それはリネットとケイリーンの遺体に銃で撃たれた跡があること。
彼女たちは焼死でも一酸化炭素中毒でもなく頭部を撃ち抜かれたために亡くなっていたんです。現場を訪れた警察はそれらの情報から本件を殺人事件と断定。殺害現場から見つかった薬莢からは一家の主であるピーター・ケラーの指紋が検出されたため、警察は彼を容疑者として捜査を進めるんです。犯人は奥さんと娘の遺体を家ごと燃やそうとしたってことでしょ。ひどすぎるわよちょっと。犯人がね何を考えてるのかっていうのが余計にこれ気になりますよね。警察がその足取りをたどっていくとかなり不気味な場所へたどり着くんです。警察は早速殺害された一家の主人のピーターについて事情聴取を開始すると、彼の同僚から奇妙な証言が得られたんです。ピーターは最近仕事を休みがちだったんです。それでつい数日前に大丈夫かと声をかけたら、彼はこんなことを言ってたんです。来週も再来週もあるいは一生戻らないかもしれないって、どこか思い詰めた様子で同僚にそう語っていたというピーター。実際彼は事件後会社をずっと休んでおり、連絡も繋がらない状態だったんです。そして遺体発見の5日後、警察はピーターの家からほど近いラトルスネーク山に集まっていました。ピーターの自宅でこの山の写真が多数発見されたため、実際に向かってみると山の麓に彼の車が止められていたんです。警察はピーターが武器を持って潜伏している可能性を踏まえ、地元住民に扮して慎重に山の中へ足を踏み入れました。すると間もなくぬかるんだ地面の上に軍用の靴の跡を発見。その足跡は普通なら足を踏み入れるのをためらうような急勾配を進むように残されていたんです。不審な足跡をたどっていった警察。そして捜索開始から7時間が過ぎた頃、一人の警察官が怪げな表情で言いました。これは薪を燃やす匂いか。その匂いをたどった先にあったのは地下3階建てのシェルターだったんです。シェルターって防空壕みたいなやつでしょ、地下3階建てってなんでそんな巨大なのが山の中にあるの？このシェルター、実はピーターが秘密裏に一人で作っていたものだったんです。その時のために事件が起こる8年前の2004年、ピーターは愛犬を連れラトルスネーク山を訪ねていました。週末になると朝から夕方まで山にこもり、シェルター作りに精を出していたピーター。この日も彼はビデオを回しながらシャベルで土を掘る様子を撮影していました。他にも手作業で木を切り出したり、小川から水を引いて水道を自作したりと、作業はかなり本格的なものでした。ここが我が家だよ。暗くてよく見えないかもしれないけど、暖炉や薪ストーブもあるんだ。ピーターがカメラを向けた先には無数の缶詰や炭酸飲料などの食料、ガス管をはじめとする燃料が、さらに大量の銃と銃弾もストックされていました。まるで秘密基地のようなこのシェルターは、ピーターが10代から密かに抱いていた夢そのもの。成人し日々仕事に追われる中、ピーターは隙間を縫ってその夢を実行に移したんです。そしてピーターがここまでシェルター作りにのめり込んだ理由は、単に昔からの夢だったというだけのことではありませんでした。彼がシェルターを作っている本当の理由は、いつか来る世界の終わりに備えるため。必要なものは全部揃えた。このシェルターさえあればもう大丈夫だ。世界の終末を本気で恐れていたピーターは、その時を生き延びるためにシェルターを作るプレッパーだったんです。世界の終わり？いきなり何を言い出すの？プレッパーって何よ？聞き慣れないね言葉なんで、皆さんもねあんまりわかんないんじゃないかなと思います。というわけで本日のメトラキーワード、プレッパーについて。プレッパーは準備するという意味を持つプリペアという単語に由来する言葉。災害や緊急事態に対し日常的に備える人のことを指すんです。政府に頼らず自力で生き残ることを重視する彼らは、物資の備蓄、サバイバルや応急処置などの技術習得に日々励んでいるんです。2017年時点でアメリカには250万人から450万人のプレッパーが存在するとされています。さらに近年ではトランプ大統領の再選による輸入品への関税引き上げが注目され、食糧難に備えるプレッパーが増加しているというんです。なるほどね。でも政府は当てにならないから自分で緊急事態に備えるっていうのはわかるんだけど、妻と娘までなんで殺す必要があるの？そこが一番の疑問ですよね、これ。実際ピーターを知るね、多くの人っていうのは、一家に対して悪い印象を全く持っていなかったんです。ビデオに残された事実。ノースベンドに構えた一軒家で暮らすピーターの一家は、一見して幸せな家族に見えていました。妻リネットは地域の恵まれない人々にプレゼントを贈るような万人に優しい女性。仕事で背中を痛めて働けなくなってからも工芸家として活動していました。けなげに活動を続ける彼女をピーターは夫として金銭的にも精神的にも支えていたんです。ピーターは素晴らしい人よ。こんな私とも一緒にいてくれるもの。彼らは喧嘩すらしないほどのおしどり夫婦で、事件のつい数日前にも20回目の結婚記念日を祝ったばかり。またピーターは娘ケイリーンのことも溺愛しており、周囲からの印象は良き夫、良き父親そのものだったんです。なんか私から見ても家族思いのいい人に見えるんだけど、余計にね、なんで殺人なんか起こしちゃったのかわけわかんないわよ。
表向きはね、本当にいい人に見えるんですけどね。でもですね、実はピーターは、その表の顔とはね、また別の顔をビデオに記録し続けていたんです。ピーターは自身がシェルターを作った理由についてビデオ内で次のように語っていました。どこか地下に家を作って人と一緒に住まなくて済むようにしたかったんだ。ピーターは幼少期から内向的で人を避けるようにして過ごしていたといいます。シェルター作りを夢見るようになったのは、そんな自分が心穏やかに暮らせる場所を求めてのことでした。ただそんな人嫌いなピーターでも妻のリネットだけは例外。リネットと出会い、彼女の優しさに触れたピーターは内向的で自信のない自分を変えようと努力しました。しかし幼少からの性格を変えることは容易ではなかったんです。努力はしてきた。でも結局いつも同じ自分に戻ってしまうんだ。お金もない、見た目もひどい、個性もない僕自身に。時が経つにつれ、週末には家族と過ごすよりも一人で森に向かうことが多くなっていったピーター。冴えない自分にうんざりしていた彼の気持ちを晴らしてくれるのは、いつからか妻でも娘でもなくシェルター作りだけになっていました。そうやってピーターがシェルター作りに一層のめり込むようになった頃、妻リネットが仕事で背中を痛めて働けなくなってしまいます。妻の収入がなくなったことに加え、家計には病院代が重くのしかかるように、妻が俺の金を全て吸い取ってくようだ。カメラに向かってそうこぼすこともあったピーターは、少しずつ家族を持つことのストレスに追い詰められていきました。そして何度も考えるうち、ついにたどり着いてしまったんです。絶対にたどり着いてはいけないその答えに。これは僕がやらなきゃいけないことなんだ。悪いことだとは思ってないよ。全ては理にかなってるから。やらなきゃいけないことっていうのは、自分一人だけ逃げて奥さんと娘は殺さなきゃいけないってこと言ってんの、なんでそうなっちゃう、これピーターがね、例えば妻のリネットとかに相談してたら、その後の彼の行動も変わってたかもしれないですよね。これ一人で思い悩み続けていたピーターは、結果として最悪の事件を起こしてしまうんです。銃口を向けた先。2012年4月22日早朝、ピーターは寝息を立てる妻リネットを静かに見つめていました。その手に握られていたのは一丁の拳銃。ついにこの日が来たんだ。二人が起きる前に終わらせよう。拳銃を妻リネットの頭部に突きつけ、そのまま引き金を引いたピーター。もう一発銃弾を撃ち込むと、彼女は完全に動かなくなってしまいました。続けてピーターは妻と同じくまだ眠っていた娘ケイリーンを射殺。さらにたびたびシェルター作りに連れて行っていた犬と猫まで始末してしまうんです。そして彼が次に手に取ったのはプラスチック製のガソリンタンク。ピーターは7つのガソリンタンクを家中に設置。玄関ドアをソファーなどで塞ぎ、残りのガソリンタンクをキッチンのコンロの上に仕掛けると、ためらうことなく着火しました。そこから火が燃え広がる前に車へ乗り込むと、シェルターのあるラトルスネーク山へ向かったんです。ピーターはさっきさ、全て理にかなってるとかって言ってたよね、奥さんも娘もペットまで殺すことの何が理にかなってるわけ、彼が悩んでたこと自体には共感できる部分は少しはあるかもしれないんだけど、殺された家族にとったらたまったもんじゃないわよ、こんなの。本当にね、絶対に許されない行いですよね、これ。そしてこの事件にはまだもう一波乱あるんです。警察がピーターのシェルターを発見したのは、彼がシェルターに立てこもり始めた5日後の4月27日。今すぐ武器を捨ててそこから出てきなさい。警察は拡声器を使って呼びかけますが、ピーターは一向に応じようとはしません。そのため警察はシェルター内に催涙ガスを使用。しかしそんなことをしても無駄だ。防弾チョッキやガスマスクで完全武装したピーターには、外側から牽制したところで全く効果がなかったんです。一方で警察に睨まれ続けた彼の心は着実に追い込まれていきました。シェルターが発見されてからすでに数時間、辺りはすっかり暗くなり、キャンドルの明かりだけでは心もとなくなったシェルター内で、ピーターは必死に息を潜めていた。かなりの人数がいるようだな。窓の隙間からシェルターを取り囲む警察の様子を伺うピーター。その人数が徐々に、しかし確実に増えていっていることに、彼は少しずつ焦りを感じ始めていた。ピーターは銃を手に取り、なるべく音を立てないよう慎重にシェルターの最上階まで上がっていった。窓の外には数十人の警察官。今自分がシェルターから出ればどうなるか、結果は目に見えていた。いや、まだ逃げ場はある。それは死だ。今の音は一体。それが何の音だったのか。外でピーターの出方を伺っていた警察が真相を知るのはまだ数時間後のことだった。
警察がシェルターを包囲してから22時間後、彼らは最終的にシェルターの屋根を爆弾で吹き飛ばし、その中へ突入。そこで彼らが目にしたのは、血だまりの中で息絶えたピーターの姿でした。シェルター内からは食料や武器の他に、そこへやってくる前に彼が銀行口座から引き出したと考えられる数万ドルも発見。ピーターは本当にそのシェルターの中で暮らすつもりだったのでしょう。自身の家族を殺害したピーターは、もし逮捕され有罪になっていれば、51年から65年の懲役刑になるはずだったとされています。その罪を償うこともなく、自ら命を絶つことを選んだピーター。努力しても変われない自分を悲観し、目の前の幸せに気づく余裕すら失っていた彼に、一体誰がどんな言葉をかければこの悲惨な事件を防げたのでしょうか。もし身近な人が人生に絶望し、何もかもを捨ててしまおうとしていたら、あなたはその人にどんな言葉をかけますか？